スナココワンダーランドへようこそイエイイエイ。はい、では本日はロンドンの家探しについて説明していきますよ。イエーイそんなテンションでやることじゃないけど、ね、はい、じゃあ実は先日ですね、質問箱にお便りをいただきました。質問が3つあるんですけども、お部屋選びの時に何を基準で選んでいますか、あとはロンドンの治安情報について教えてください、そして部屋探しの際に覚えておいた方がいい英文を教えてください。はい、この3つが知りたいっていうことでね、今回はそれを踏まえたロンドンの家探しについてお話ししていきたいと思います。はい、すごい有力な動画になりそう私、投影する前に知りたかったことが満載なんで、ぜひ見てほしいですね。ぜひぜひ、ね、まず前提としてイギリス初心者で家探し初心者の人、そういった方に向けてのお話になるので、海外歴が長い方はもう知ってるよっていう内容になるかもしれない。そうね、じゃあまずね、私たちみたいに YMS で投影する方の家探しの流れを、順番に追っていきますね。はい、まず1つ、語学学校に通いながらホームステイもしくは寮に住む、このパターンですね。そして2つ目が、最初はエアビーとかホステル、ドーミトリーに一時的に住んでから、家を本格的に探すっていうパターン。で3つ目、住み込みで働くオーペアとかですね、そういった、なんていうの、家政婦さんっていうのかな、なんか子供の面倒、チャイルドケア、ベビーシッターさん、そうそう、ベビーシッターさんみたいな。で、ご飯作ったり掃除したりしてねっていう感じで、働きながら家賃を浮かせるパターンですね。家賃がタダになるねんな、それ、知ってる。そうそうそう、でここでちょっと私たちの体験談について話すと、ココさんは1番かな。そうですね、私は長期で海外が初めてだったんで、まず最初に3ヶ月間語学学校と、2ヶ月間のその語学学校と併設してる寮に住みました。なので日本で結構多額な料金、65万ぐらい、3ヶ月の学校と、2ヶ月の寮だけで65万ぐらい払って泊まりました。でも結果的に私初心者やったんで、バイトその間に探したりとか学校行くの必死やったりとかで、2ヶ月間って結構長いかなってみんな多分思うと思うねんけど、ちょうどよかったなって、次の家探すまでにはすごい心の余裕持てたんで、2ヶ月取っといてよかったなって思いました。なるほどね。で私は、ワーホリ2カ国目だったっていうのもあって、2番目の最初ホステルに住んで、そこから家探しを始めたパターンですね。どれぐらい取ったの？最初はとりあえず1週間取っときました。すげえ。1週間でいけんの？投影する前から予約とかを取ってたんですよ。そうすげえわそれは。何日にビューイング行くんでよろしくお願いしますっていうのを入れとくと、その1週間の間に毎日ビューイング行って、そっから選ぶみたいな感じで。これはなかなかプロフェッショナルバージョンだと思う。多分結構私聞いた中で2週間取ってて、1週間目ちょっと奈良市で連絡取って2週間目に探すぐらいの人が多分多いかな。そうだね。プロですね、砂越はやっぱ。行動早いわ。はい、じゃあ続いて用語説明に行っていきたいと思います。用語がね8個用意してみました。1つ目フラットですね。フラットはアパートのことね。日本語でアパートメント、だいたいみんなこれになるんじゃないかと思うんですけど、ルームシェアのことをフラットシェアって言いますね。で2つ目スタジオ。スタジオはワンルームマンションですね。キッチントイレも部屋についてる形の便利なお部屋で、プライベートがプライベートが保たれてはいるけれども高いです。でも最低800ポンドかなって感じ、スタジオだと。そうね、今コロナもあるんでね、なるべくフラットメイトのいない、衛生的な面でもスタジオいいよね。お金が余裕ある方はぜひ。で3つ目デポジット。これは敷金みたいな感じで、事前に、払っておくけども、退去するときに基本的には返ってくるお金ですね。で4つ目がビル。
ビルは光熱費のことかな。ガス代とか電気代とかそういうものですね。で、5つ目がファーニッシュド、イギリスのお家大体これなんですけど、家具付きのお家ですね。家具がついてて、もう手ぶらでもいきなり初日から生活ができるっていう状態のことです。はい。で6個目、ノーティス、退去通知のことです。これは、例えば1ヶ月前に退去するよっていう連絡は教えてくださいねっていう方が多いので、ノーティス1ヶ月ですって言われたら、1ヶ月前には教えなきゃいけないんだなっていうことですね。はい。で7個目、カウンシルタックス。これはイギリス独特の用語なんですが、住宅用の財産にかかるイギリスの地方税のことですね。これがなんか含まれてる、家賃に入ってるのか入ってないのかっていうのはちゃんと聞いてから契約した方がいいと思います。重要ですね。で最後、レント、家賃のことをレントって言います。PW とか PM って書いてあったら、パーマンス、パーウィーク、週払いなのかな、月払いなのかなっていうことが分かります。これもご注意ください。じゃあ次、家探しの手順ですね。まず1つ目がミックス B、一番これ主流だと思います。日本人が募集をかけているので、日本語でやり取りができてすごい楽ですね。たまに英語のあれもあるんですけど、ほとんど日本語でいけます。で2つ目、スペアルーム、英語のサイトで、ネイティブの人たちが結構使うサイトなんですけど、物件の数はすごい多いんですけど、非ネイティブの日本人、私たちはすごい返事が返ってこなかったりするんで、10回送って1人返事来たらいいかなみたいな感じみたいです。で3つ目、ガムツリー、英語版のミックス B みたいな感じなので、物件だけじゃなくて物とかを売買したりとかっていうのも求人とかも載ってたりもします。で4つ目、ズープラ、スタジオですね、ワンルームマンションっていうんですかねっていうのを探してる人たちにはズープラおすすめです。で5つ目、人のコネ、口コミ、これはもう安心して多分ね、友達に紹介してもらったらすごい安心だと思うので、そういうのも結構多かったりします。でその中、5つあるんですけど、正直1つ目のミックス B と2つ目のスペアルームで探せばほぼ網羅できるんじゃないかなって思います。そうだね、もう大体みんなこの2つで完結してますね。そうですね。続いてじゃあ家を決めるまでの流れについて話します。まずね、さっき挙げた手段で物件を探します。で目星をつけたもの、このお家いいなって思ったら、もうどんどんメッセージを送っていきましょう。メールを送るとね、なかなか返信率が悪いっていうのもあって、英語の電話が怖くない人は電話の方が確実にアタックできるんでおすすめです。続いて、2つ目、返信が返ってきたらビューイングの予定を入れます。何月何日何時に伺いますのでよろしくお願いしますっていうことをね、予約します。で一応ね、人対人のあれなんで、ドタキャンとか忘れられちゃうこともよくあります。なんで、前日とか当日に、明日行くんでお願いしますねっていう念押しをしとくとね。日本やとね、逆よね。業者さんが明日よろしくお願いしますって来るけど逆なんですね。こっちから逆にフォローしてあげないとね、いけないんです。忘れちゃうみんな。で実際にビューイングして、この物件いいなって思ったらデポジットとか数ヶ月分の家賃を支払ってご制約っていう形ですね。ちなみにその最初にかかる費用としては、基本的にはレントと、デポジット、だいたい1ヶ月から5週間分ぐらいが主流かなっていうところなんで、最悪1200ポンド持ってたら引っ越しできるんじゃないかなっていう感じですね。1ヶ月分の家賃とデポジットは1200は必要。とりあえず、引っ越しにそんぐらいかかるっていうのを念頭に置いといてください。で、まあね、ミックス B なら日本語で家探しできるんで、楽といえば楽なんですけど、せっかく海外に住んで外国人とお話ししたい、フラットメイト、友達が欲しいっていう方はスペアルームでね探していくといいと思います。でスペアルームはね、英語でやり取りしていくことになるので、英語でどんなメッセージを送ったらいいか分かんないよっていう方のために、概要欄にね
こういう英文をつけて送れば間違いないよっていうサンプルを載せといたので、優しい素直に使ってください。それを送ってコピペしていっぱい物件交渉しましょう。そうね。でちなみにねどんなことを書いてるかっていうと、日本と違って不動産とかを通さずに、こうダイレクトに一緒に住む人にコンタクトを取ってメールすることになるので、あなたはどんな人ですか、どんな性格、年齢はどこから来たの、っていう出身地とか入れておくと相手にこういう人が来るんだなって分かりやすくて返信率が上がるかなっていう感じですね。相手が英語ネイティブでない可能性もあるので簡単な英語でかつ丁寧な姿勢でねメールをしてあげるとちゃんと返ってくることが増えるので、ぜひ参考にしてください。はい、次内覧時の注意点、はい、結構あるんですけど、1つ目、大家が同居かどうかですね。大事。大家さんがちょっと癖者が多いって聞くんですけど、全然いい人もいるんですけど、できれば同居じゃない方がいいかなと思います。で2つ目、同居するフラットメイトの人数ですね。物件によってはトイレバスが2つ3つあるところもあると思うんですけど、少ないところはシェアする人数が多ければ多いほど使える時間が限られてくるので、その辺も注意してください。3つ目、シャワー洗濯機を使う時間に制限はあるか、お湯はいつでも出るかですね。仕事が遅かったりとか帰って夜中に入れないとかって洗濯機回したい時に回されへんとかってなったら結構しんどいと思うので、その辺も確認が必要です。で4つ目、 Wi-Fi の速度ですね。これから多分在宅勤務の方が増えると思うんですけど、Wi-Fi が遅いと在宅ができず、もうそれだけでも引っ越しせざるを得なくなった人とかも聞くので、Wi-Fi の速度はすごく重要だと思います。で5つ目、自室に鍵があるかどうかですね。盗難、そのフラットメイトを 100% 信用できるかどうかって言ってできないんで、鍵があってちゃんと自分のプライベートを保てるかっていうのもすごく大事だと思います。で6つ目、ノーティス期間やデポジットについて契約書に明記されているか。そもそもそのフラットを引っ越すときに契約書をもらえない場合があるんですけど、必ずもらってください。紙ですねで書いたやつもらってほしいですけども、最悪もう作ってくれなかったらメールでちゃんとこういう契約内容でっていうのをしないと、後でデポジットが返ってこなかったりとか、もう身近に私の友達でもデポジット700ポンド、結構な金額ですね。それが返ってこずに諦めて帰ったことがいるので、絶対にもらうようにしてください。で7個目、最寄り駅にスーパーや薬局があるかですね。日本でも一緒だと思うんですけど、生活に必要なものが周りにあるかっていうのはすごく重要になると思います。で8個目、その他フラット独自のルールの確認。私は住んだことないんですけど、ルールがあるところがあって、なんか掃除は何曜日に誰々がしますとか、ゴミ捨てとかっていうのもルール決まってたりするところもあるんで、その辺も確認してください。であと9つ目、周辺の治安チェック。もちろんその自分が初心者か慣れてるかによっても治安のね感じ方とかも違うと思うんで、昼に内見一旦やったら夜にもう一回本当に住む前に実際このエリアが安全かどうかっていうのも確認してみるのもいいかもしれませんね。で10個目、家賃に何が含まれているか。例えばビル、カウンシルタックス、冬の暖房代とかですね。その辺がその家賃に書かれてなくて後から徴収されたりとかしたら困るので、あと Wi-Fi 代とかもね全部含まれてこの値段なのか、含まれてないなら月々いくらかかるかっていうのを確実にちゃんと聞くことが必要になると思います。はい、続いてじゃあ部屋選びの基準なんですけども、大体4つかなというのを出してみました。まず第一に職場から近いところですね。やっぱり今コロナで在宅の人が増えてるんで気にならない方はそんなに気にしなくていいんですけど、でもとはいえ仕事によっては毎日出社しなきゃいけない方もいるので、もう毎日のことだからなるべく近い方がいいですね。はい。で2つ目、家賃です。フラットシェアの場合はだいたい450から600ポンドぐらいが相場かな。もうこれもあなたの財力と相談して決めましょう。広いとこ住みたかったらお金払わなあかんし、そうなんだよね。駅から近かったりとかね、いろいろあるんで、そ
れから3番目が暑い寒い問題がありまして、実はイギリスって日本と違ってエアコンがついてないお家が多いんですよ。ほぼないな。そうほぼないんでやっぱり寒すぎて引っ越しするっていう人も中にはいるぐらい、暖房とかねちゃんとつくかっていうのはしっかり確認した方がいいかなと思います。はい。で4つ目はやっぱり治安ですね。治安なんですけどロンドンデンジャラスエリア2020とかで調べると最新の治安情報が簡単に出てきたりするんで、それでご自身のエリアを調べてみるといいかもしれないですね。はい、ちなみに激安スーパーのリドルとかアルディがある地域はちょっと危ないかもっていうのは小耳に挟みましたね。やっぱ逆にね高級スーパーのM&S とかウェイトローズがあったら、ちょっとリッチなエリアで安心かもっていうのもありますね。実際調べたんですけど治安が悪いとされてるエリアですね。よく言われるのがカムデンとかケンジントンハロッツがあるあたりとかですね。あとはイズリントンアーセナルのあたりとかキルバン、あとこの辺はね誰も住まないっていうかシティセンターなんであれなんですけど、ウェストミンスター地域ビッグベンのあたりが観光地やからね。そう一番犯罪が多い地域っていうことでよく言われてます。とはいえ人によってやっぱりね治安とか、感じ方は違うので住めば都って感じでね、家賃安いからここって決めたけど意外と大丈夫だったっていう人もいるし、そうだから一概に言えないので私たちの情報だけを鵜呑みにせずに自分で目で見て感じたことを頼りにして家を決めた方がいいですね。そうですね。逆に高級住宅が多くて治安もいいとされてるエリアは北だとフィンチリーとかハムステッドとか、あと西の方面も日本人がよく住んでいてイーリング、アクトンとかノッティングヒル、フラム、リッチモンドとかね、その辺も、治安がいいとか言われてたりしますね。そうね、だから自分が何を重視するかによってそのおしゃれなエリアに住みたいとか、なんか治安がいいところに住みたいとか、安いところに住みたいとか、一番自分が重要に思ってるところへね大切にして住むのがいいかなと思いますね。そうですね、そんな感じの砂ここ的な家探しインロンドンでした。そうよね。本日の動画は以上です。以上です。はい、Have a lovely day. Have a lovely day. Bye bye.